皆さんこんにちは、こんばんは。雨です。間違えた、トムです。いや、そう、今非常に強い雨が降っておりまして、何をしに来てるんやというと、何をしに来てるんだろうっていう感じなんですけど、今回はですね、ちょっとこんな雨の中で野鳥撮影をどうやって楽しく撮影するかという観点でね、お話をしていきたいと思います。皆さん実はね、雨っていいんですよ。何を言っているんだと思われるかもしれないんですが、雨の日っていうのはですね、太陽が昇っても朝みたいな感じの明るさがずっと続くんですよね。なのでそこまで強くない光の中で撮影ができるっていう絶好のチャンスでもあったりするんですよね。で、あと雨のいいところというと、やはり普段と違う景色が見られるということですよね。雨の日ってもちろん晴れの日と同じような光とかそういったものは得られないんですけど、例えば雨だからこその水たまりの波紋とか、草の若々しさとか苔の緑の輝きとか、そういったものが雨の時は一層より強く出たりするっていうことがあります。特に緑は綺麗ですよね。とか言いつつ、まだ春先なんで緑とはっていう感じなんですが、今回はそんな土砂降り、こんな土砂降りである必要はなかったんですけどね。今回はちょっと雨の中、単調に出かけてみてみました。で、実は早速ですね、さっきキジが現れまして、実はね、雨の中のキジってめちゃくちゃ綺麗なんですよ。キジって結構構造色のね、羽を持ってて、光が当たると綺麗に輝くんですが、雨の中のちょっと黒に近いしっとりとした色合いもすごく綺麗で、こういう雨の日ってみんなちょっと若干警戒心が下がるんですよね。なので、キジって普段めちゃくちゃ遠くからでも結構すぐに物陰に隠れてしまったりするんですが、雨の日はあまり逃げずにじっとしていたり、なんかこう立ちすくんでいたりすることが結構多いんですよね。で、今回もあんまり僕のことを気にせずゆっくりと餌を食べていてくれました。せっかくなのでちょっとじわじわと近づいてみて写真も撮らせてみてもらったんですけど、さすがにちょっとあまりそこまで近づけはしなかったですね。ただ雨の雰囲気らしいしっとりとした写真が撮れたんじゃないでしょうか。こういう雨の日ならではの風景雰囲気の写真を撮ることができるっていうのも雨ならではの魅力ですね。なんか今すごい当たり前のことを言ってるような気がするんだけど、いいか。で、この写真は縦構図でもトリミングをしてみたんですけど、縦構図にするとよりこう手前から奥へと続くあぜ道の雰囲気がすごくよく伝わるかなと思っています。僕の中で横の構図と縦の構図っていうのは役割が違うと思っていて、めちゃくちゃざっくり言うと、横の構図は環境と状況を伝える写真で、縦の構図は情緒と雰囲気を感じ取ってもらう写真だと思っています。これ詳しく話してると夜が明けちゃうんで、もうちょっと自分の考えがまとまってからまた話そうと思うんだけど、人間の目って横方向の状況把握は得意なんですが、縦方向の情報処理っていうのがすごく苦手なんですね。なので縦方向の写真を雰囲気で情報処理しようとするんですよ。ちょっとこれ以上喋るとややこしくなりそうなんで、ここまでにしておきます。で、この写真ちょっと工夫してるのが、キジの目ってすごく印象的じゃないですか。虹彩が黄色くて、その中に黒い瞳がポツンとあって、ちょっと何考えてるのかよくわからない顔してるんですけど、その印象的な目を真ん中に持ってこようかなって思ったんですが、完璧に真ん中に持ってくると、顔が向いている方向の空間の方がちょっとこう狭く感じるんですよね。なのでこれほんの少し真ん中からずらした右側にこの目を置いています。それであんまりこう窮屈に感じずに、割と中心に感じる場所に置けているんじゃないかなって思っています。写真の構図を選ぶときって何をどこに置くかが大切っていうよりも、その出来上がった写真を見たときにどう感じるかっていうのが大切だと思ってるので、ぜひね、ここはこうあるべきという固定概念にとらわれずに構図を決めてみていただきたいなと思っていますね。とその辺の YouTuber のざれ言ですが、ちょっと偉そうに喋りすぎたのでここまでにします。今ちょっと急に雨が止んだんですけど、あそこにいるのはノスリですね。そしてなんかもしかして捕まえてる？足元ツンツンやってますね。ちょっと白っぽい感じの子ですね。頭が白っぽくてかわいい。ノスリこの時期に久々に見たかもしれない。今春の4月の2日だったかななんですけど、やっぱりノスリって基本的に冬に見ることが多いんですが、春のこの時期だんだんとね森の方に行って繁殖のシーズンに入るんですね。なので春から秋にかけてはあんまり農耕地よりも結構山の方で見る機会が多かったりするんですよね。最近ちょうど山の方でもノスリ見たんだけど、まだこうやって農耕地に残っている個体もいるみたいですね。
とはいえここも結構山の近い農耕地だから、もしかしたらこの付近で繁殖をするのかもしれないね。こんな感じで雨の日っていうのはすごく太陽が昇っても柔らかい光がずっとあるっていうイメージだから、あんまり白飛びとか強すぎる光のせいでコントラストがめちゃくちゃ強く出てしまったりっていうこともないので、結構実は写真とか映像としては撮りやすかったりするんだよね。とはいえやっぱり ISO とかはちょっと上がりがちだから、あんまり暗いような環境ではちょっと難しいかもしれないんですが、雨の日いいですよ。さすがに今回ちょっと一つの動画にはならないと思うから、過去の写真とかも交えて解説していけたらなって思います。またキジが歩き出した。雨の日って基本あんまり鳥の出としては良くないことが多いんだけど、いきなりキジとノスリに会えるとは結構ついてるかもしれないな。あと雨の日の魅力としてはやっぱり風景だよね。雨の日とかってこういう霧がかった山の風景とかを見ることができるから、普段よりも霧とか雲がかかって、そのおかげでちょっと山の起伏とかが結構よく分かったりするんですよね。そうすると普段よりもやっぱり山の立体感とかがよりふわっと浮き出てくるような印象になるんですよ。で、皆さんお持ちの望遠カメラは当たり前なんだけど、遠くの景色を切り取ることができるので、そういった山の起伏とかを望遠でこうやって景色で切り取ることができると思うんですよ。こういう風景が楽しめるのもまた雨の日の魅力の一つ。いやー、だって見てよ、これめちゃくちゃ美しくない？谷の間に雲が流れ込んで、こうやって山の地形を浮かび上がらせてくれるんだよ。この風景はなかなか天気の悪い日じゃないと見れないよね。もしくは夏とかのすっごい朝早い時間帯じゃないと見れないんで、日が高く昇ってもこの光景が見れるのが天気悪い日の魅力なんだよね。そしてずっといるなお前。なんか獲物探してるっぽいよね。結構下を見てキョロキョロしてる。猛禽ってこのなんか首の動きがすごい面白いんだよな。こうやって首だけキョロキョロ動かすことによって獲物を探したりしてるんだけど、たまに首をくねくねさせる時があって、フクロウとかもそうなんだけど、それって獲物とか物の距離を測ってるみたいなんだよね。カワセミとかもよく首をひょこひょこ動かしたりして水面の様子を見るんだけど、結構そうやって自分の首とかを動かすことによって距離とか、カワセミとかだと水の屈折率とかそういうのを確認してるみたいなんだよね。あの動きが結構好きで可愛いんだよな。いやほんとこの植物から滴り落ちる水がめちゃくちゃ美しいんだよな。ほんと梅雨の若葉から落ちる雨水とかめちゃくちゃ大好物。美しすぎる。というわけで雨の日の誕生の様子を皆さんには少しご覧いただきました。実際に雨だからこそ行くっていう撮影はそんなに回数としては多くはないんですが、それでも思い返してみると雨の日に行った撮影がここ最近のベストショットになってるみたいなことがですね、実は結構多いんですよね。で、ここからは僕が撮った作例をですね、いくつか紹介しながら、さらに雨の日の野鳥撮影の魅力だったりコツだったり注意すべきことなんかをお話ししていこうと思います。もう少しお付き合いください。まず動画の中でも何度か触れていると思うんですけど、雨の日、太陽の光がしっかりと届いてきません。これは光が少ないっていうデメリットにもなるんですが、強すぎる光がないっていうメリットにもなるんですね。強すぎる光がない時に非常に嬉しいのが、鳥の白い部分のハイライトが白飛びしにくいっていうところなんですよ。このコサギの写真、これは雨の日の水辺で撮った一枚なんですけど、コサギって真っ白じゃないですか。だから強い光、晴れの日だとこの羽毛が反射して白く飛んでしまうっていうことがあるんですね。それが雨の日だとどうでしょうか。コサギの本来の白っていう色が柔らかな光によって羽毛の細かい影とともに映し出される感じがしませんか。他のいくつかの動画でも触れている通り、白飛びっていうのは非常にその後のレタッチが難しいんですよ。なのでこの白飛びをさせないっていうことだけでも、こうした天気の悪い日に出かけてみる価値はあるかなと思います。ただしやっぱり光が少ないということは被写体の明暗の差とかは出ないんですよ。なのでコントラストの非常に少ない写真になるので、光という観点では鳥の立体感だったり奥行き感を出しにくいっていうことがあります。
なので雨の日の場合にはより前ボケとか背景のボケとかそういった光以外の差を写真の中に出すことによって奥行き感だったり立体感だったりっていうのを感じてもらいやすい写真にすることが大事かなと思っています。そこはちょっとシビアになってきますかね。ただ晴れの時っていうのはやっぱり逆光とかだったりサイド光だったりそういった光の向きっていうのをかなり気にする必要があるんですけど、雨の日の場合には基本的にどの方向から撮っても光の当たり方っていうのが変わらないので、向きを気にする必要があまりないっていうことは非常に大きなメリットだと思いますね。これはね、でかいよ。光の向きって写真におけるめちゃくちゃ重要な要素ですからね。そこをあまり気にしなくていいというのは、もうつまり他の要素に集中できるっていうことなので、めちゃくちゃありがたい。で、あとはですね、やっぱりこの写真のように雨が降っていると雨粒が画面内に映るわけですよ。つまり空中にピントの合った雨粒っていう物体が映るので、そこでよりその空中の奥行き感みたいなものを感じることができるんですね。これは雨ではなくて雪の写真なんですけど、基本的によくボケて変化のない背景っていうのがこうやって雨とか雪が降ることによって空中に変化を生み出すんですよね。こういうのが映ることによって、例えば分かりやすいのはちょっと風が吹いてるんだなとか、そういう表現の幅も広がるっていうようなイメージです。どうですか皆さん、雨の中の撮影行ってみたくなったんじゃないですか？まだまだこんなものではありません。あと雨の中の表現というか状況で、僕がめちゃくちゃ好きな状況が、雨が降ると雨水が鳥の背中とか頭とかに乗るんですよ。鳥ってやっぱり羽が命なのでめちゃくちゃしっかりと手入れをするんですね。基本的に尾羽の付け根あたりにある尾脂腺っていうところから油が出るんですけど、その油をくちばしで取って羽毛にしっかりとコーティングしたりして撥水性を高めるわけなんですけど、そのよく撥水された羽毛に雨水がちょんって乗って丸い水玉を作るっていうことが結構あるんですね。その羽毛についた水玉がですね、もうあまりにも美しくて僕はめちゃくちゃ好きなんですよ。もはやそれが見たくて雨の中撮影に行ってるまであるというところまである。ちなみにこの時のしげちの撮影はめちゃくちゃ過酷でした。土砂降りも土砂降り。本当に。この美しさはそういった過酷な環境で撮影をしてきたからこそ、ちょっと思い出が美化されてる部分は若干あるかもしれないんですけどね。ちなみになんですが、カワウの羽には撥水性があまりありません。雨の日、曇りの日のカワウも非常に美しい色を出すんですけど、カワウは魚を取る鳥なので、水の中での動きをより動きやすくするために、水と羽の馴染みを良くすることを重要視しているみたいで、羽が撥水しないんですよね。なのでカワウはよく電線とか石の上とかで晴れてる時にこうやって羽広げて乾かしてるわけなんですよ。ちょっと若干話がそれましたが、雨の日は鳥たちが結構面白い行動、普段と違う行動をとることがあります。まず一つ、雨の日はあまり鳥が活発に活動しないので、見つけづらさっていう点ではちょっとデメリットなんですが、裏を返せば鳥がその場からあまり動かないんですね。なのでかなりじっくりと撮影観察をさせてくれるチャンスにつながるっていうことが結構多いです。普段めちゃくちゃぴょん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 よく動く鳥たちもあまり動くことがないので、野鳥撮影では珍しく背景とかを選ぶことができるんですね。これがまず非常にありがたいっていうところと、雨の日はやっぱり鳥たちはたくさん濡れることを嫌うので、ブルブルして羽を乾かしたりするんですね。それが写真で撮ってみるのも楽しいし、あとは動画で写してみるのも楽しいっていうような感じです。あの瞬間ってすごく可愛くないですか？僕は鳥がブルブルする瞬間を動画に撮るのがすごく好きで、ちょっとこの動画で探せてるかわからないですけど、モズがブルブルした時なんかは尾羽がプロンプロン一緒に動いたりしてね、めっちゃ可愛いんですよ。皆さんはどの鳥のブルブルが好きですかね？で、あとはこれめちゃくちゃ面白かったのが、このアトリの映像を見ていただきたいんですけど、これ撮ってる時何をしてるのかなって思ったんですけど、木の葉っぱに溜まった水を飲んでるんですよね。この行動めちゃくちゃ面白いなと思って、鳥って基本的に水をくちばしを水につけて上を向かないと水を飲むことができないんですよ。鳩は別でくちばしを水に下に向けたままごくごく飲むことができるんですけど、
水たまりとかだとなかなかこう下を向いてる瞬間とかがやっぱり天敵にこう狙われやすいタイミングになるでしょうね。結構ね、警戒心強く水を飲んでることが多いんですけど、なるほどって思ったのが、確かにこうやって葉っぱに溜まった水をこんな向きで飲めば下をあんまり向く必要がないのかなっていう風に思って、頭いいなって思いましたね。いや、なかなかこれは面白い瞬間を見ることができた。で、この時に撮ったアトリの写真は僕の中でめちゃくちゃベストショットで、ちょっとこうやって上を向いてるじゃないですか。で、空には雨が降ってるわけですよ。空に雨が映ってて鳥が上を向いてるっていう、この雨が映ることによって鳥が上を向いている理由が強調される感じがしませんかね。写真を見てくれた人にも雨の降る空を憂うみたいな、そんな感じのイメージが伝わりやすいかなと思います。上を向いている理由がわかるっていうのかな、そんな感じですね。で、雨の日っていうのは霧が出ることも結構よくあって、霧が出るとさらに光っていうのは少なくなってくるんですけど、その分背景とかに白くもやがかかるような感じになるので、より色とか光が少なくなってさらに幻想的な雰囲気になることがあります。この柔らかい光のおかげですごくしっとりとした硬すぎない写真のイメージになるんですね。ただし、こういった写真がうまく作品にできるかどうかっていうのは結構レタッチのやり方にも関わってきていて、この写真のレタッチうまくできないとなかなか自分の思った通りの作品にならないんですよね。それこそ霧が強く出過ぎてしまっていると、写真が本当に全体的に真っ白になってしまって、レンズ曇ってんのかなみたいな感じにですね、なるんで、強すぎる霧はちょっとレタッチでなんとかしたいところなんですけど、僕がいつもおすすめしてるのはトーンカーブっていうですね、ものがあるんですよ、レタッチのソフトの中に。そのトーンカーブをちょっと強くですね、S 字にしてもらって、そうするとイメージとしてはちょっとコントラストがパキッと出やすくなるので、強すぎる霧感っていうのが抑えられたりします。やりすぎると不自然になってしまうので注意なんですが、このやり方はぜひ覚えておいてください。風景写真とかにもですね、かなり使えます。そして最後に撮影の時に気をつけてほしいことなんですけど、今回みたいにレンズのレインカバーっていうのは基本的につけておいた方がいいかなと思います。最近のカメラとかレンズのですね、防水性能はかなり高いもので、ちょっとやそっとの雨で壊れることはないと思うんですが、それでもやっぱりなるべく安心な状態で撮影はしておきたいっていうことで、こういった感じのですね、レンズカバーが結構いろんなところで売ってますので、ぜひこういうのはですね、カバンの中に忍ばせておくといいかなと思います。折りたためばかなり小さくなるんでね。僕はローランプロっていうのかな、レンズカバーのですね、メーカーのものを使ってます。意外と高いんですよね、これね。僕はこれまで全然このレインカバーを使ってこなかったんで、びっしょびしょの状態でよくカメラ使ってたんですけど、ちょっとちゃんと守ってあげることにしました。で、あとは同様にカメラバッグも雨から守ってあげてください。今回僕は守っていきませんでした。普通に忘れたっていうのもあるんですけど、こんなくらいの雨だったらいけるかなと思ったんですけど、帰ってきてカバン見たらですね、もうびっしょびしょでした。中の方まで結構浸透しちゃって、2日間ぐらい吊るして乾かしてたんですけど、そうなるので、カメラバッグって結構ね、付属でレインカバーついてたりしますんで、レインカバーしてあげてください。使わないときはリュックの中で普通に緩衝材になるので、これも忍ばせておくようにしましょう。で、あと雨の日の撮影めちゃくちゃ気をつけてほしいのは、レンズに水がつきっぱなしにならないようにするっていうことですね。水垢とかってめっちゃ落ちにくいじゃないですか。それレンズとかも同様で、水がついたまま乾いてしまうと、その雨のミネラル成分だかなんだかわかんないんですけど、白くこびりついてしまうことがあるんですよ。なので、ちょっと大げさかもしれないんですけど、僕はですね、もうレンズに水滴がついたらすぐにこのブロワーでですね、シュッシュッとして、その水を弾いて飛ばすようにしてます。レンズの汚れが擦らないと落ちないっていうのは結構致命的だと思うんで、皆さんそこはね、気をつけてください。雪とかも同様ですね。すぐにシュッシュとやって取り除くようにしてください。じゃあその雨の撮影の後はどうしてるのかっていうと、僕はですね、雨の撮影の後は乾いたタオルとかでですね、カメラをしっかりと拭いてあげて、で、乾燥剤が入っている防湿ボックスの中に入れてあげるようにしています。実際にはわからないんですけど、個人的には水がついてる状態っていうよりも、湿度が高い状態の方がちょっと精密機器的には危ないかなと思ってるんで、雨の日の後もそうですけど、しばらく使わない時とか、あとは梅雨の時とかですね、湿度が高い時は、そういった防湿庫とか防湿ボックスとかに入れてあげるといいかなと思います。僕はそんなにたくさんの機材はないんで、防湿ボックスで間に合ってるっていう感じですね。
これはそんなに高いものじゃないんで、ぜひね、持っておくといいかなと思います。防湿庫もかっちょいいんで欲しいんですけどね、あれもちょっと高いんで。という感じでですね、雨の日の撮影いかがだったでしょうか。やっぱり我々もですね、生き物なんで、撮影出かける時にですね、雨だとめちゃくちゃだるいんですけど、いや、行くのだるって思うんですけど、出かけてみると結構ですね、いいチャンスだったりとか、いい景色が見えたりしてですね、行ってよかったなと思うことが非常に多いです。ただもちろん何も撮れない時もあるんで、そういう時は諦めて潔く温泉とか行って帰りましょう。今回の動画で休日の時になんだ雨かよっていうですね、沈んだ気持ちが少しでも、雨でもこんな魅力があるんだ、チャンスがあるんだっていうですね、希望に変わればいいなと思ってますので、皆さんもぜひですね、雨の中の撮影もちょっとこう気合を出して行ってみてください。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価とあとハイプもどうぞよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。コーヒー入れたけど冷めちゃったな、多分。